こんにちは。わびチャンネルナビゲーターを務める森前です。さて今日は私ども内久亭庭園の応接室の床の間でちょっと深い真柏の盆栽飾りを皆様にご披露させていただきます。中へどうぞ。さてこの内久亭応接室床の間に飾りました真柏の飾りの席を今日は皆様にご案内します。真柏、正式にはミヤマ白心という木ですが、日本では700メートル800メートル以上の高山に瓦礫のような場所に生きているものです。北海道、東北、もちろん明星岳を中心とする新潟、四国、さまざまなところに生え、また当然大陸、アジアにまで広く分布しています。昔訪れたアメリカのロッキー山脈に多くの真柏があります。恐竜の時代から生きるというこの種類は今現在では高い評価を得て世界の盆栽家たちが人気の的となっています。川で生き残り、我が身を骨としてシャリとしてその水水を支え、生きるものと死した骨が支え合って生きるという神秘性を帯びた木として、いかにして生きるか、いかにして死ぬか、そのようなものを問いかけるものが真柏の中にはあると謳われています。飾り方によってその精神性、有限さ、そしてある意味モダンな姿、これを広く伝えるものとして欧米大陸、日本、世界各国の愛好家がその造形美または精神、年輪に憧れます。現在のように大きな展示会がでアカデミックな木が多い中では細きものでその世界を表すものは難しいと言われます。でも個人は多くが言いました。盆栽とは目をつぶって両手を自然に下ろして、そこの棚心の中で抱えられる鉢の大きさの盆栽が一番空間の中に生きると。ここにある真柏はその古の古来名木の姿を今に残す数少ない木です。圧倒的な命、圧倒的な迫力、もちろん見る者を心を奪います。ただそれだけが真柏ではありません。人間は不思議なもので、庭や展示会の大きいところで大型のものを飾るとその迫力、大型さに圧倒されます。また魅了されます。しかしもし一つの空間で座敷、小部屋、自分一人でその木と向かい合って静かに見つめるときは、自分の命を大きく超える迫力には圧倒されてしまうときがあります。その二面性を持つ真柏の美のいくつかの種類をご紹介するために今日の飾りをしつらえてみました。展示会という草を置いて盆栽を飾るという一つのスタイル、誰もが楽しめるスタイルが昨今は主流となっています。ただ失われてはいけないのが、その木、その樹種が本来持つ精神性があります。五葉松は松らしく、黒松は武田しく、赤松はどこか優しく、同じように真柏の中には真柏の求める美があります。ただこの美には2つあるように思います。一つは、お前はいかに生きてきたんだいと問いかけるような美、そこに中にある自然感、そしてもう一つはそれをさらに超えた超絶した精神美もあります。その2つのうちの一つを今ここに飾ってあります。ご覧ください。鉢の中でおそらくは100年近くの時を経た
心拍の古木です。私の腕と比べてもそんなに太い木ではありません。もちろん一人で持てる大きさです。ねじりながら上がり、幹もねじれて、骨つまりシャリもねじれて、それでも残された水水で枝を作り、冠を作り、一つの美を見せています。流れというものもあり、園芸的な三角形の木ではなく、本来の生きた姿を見事にこの大きさの中に表しています。まずはそこが一番の基本です。石飾り、床飾りという時には可愛らしい園芸的なものを季節で飾ることも楽しさの一つですが、どこかそこにその木のらしさがきちんとあるものを求めたいものです。私はこの木を久々にある盆栽園のお年寄りから譲っていただきました。残念ながら右の枝が枯れ、荒れた姿で鉢も普通の培養鉢に入っていました。譲ってもらえないかということでお願いして、すぐに私の腕をはるかに超える木村正彦先生のところに持ってきました。木村先生は「いい木だね森麻由君」、お互い50年を超える盆栽歴の人間たちですから、一瞬木を見ればその木がどのような変貌をなるかが見とれます。それから時をかけて木村先生がおそらくこんな姿として戦前も楽しまれただろうという姿に戻してくれました。残念ながらまだ培養途中ですので、本来入れるべき鉢よりも少し緩めに、つまり根は人間でいうと胃袋です。あまりそれを無理に切れないのでこの鉢にしていますが、できればもう一回り小さくなればさらに木の躍動感と雄大さは感じられるようになると思います。どうぞ木の右上をご覧ください。静かに中天に月が出ています。掛け軸で月というと長い掛け軸で大きなもの、小さなもの、三日月、半月、おぼろ月、中秋の名月、光月、高い月と書いて真冬に高々とした月、いろいろあります。もちろん水墨画ですっと描いたものはあまり大きく季節を問わずに月を感じさせてくれます。これはご存知の通り、江戸時代日本画の一つの流派を大成したと言われる狩野派、その狩野派の中の代表者狩野探幽による筆です。紙もその時代のもので、墨も古く、この心拍の古さとその探幽の古さがよく合っていると思います。立つものという立てている掛け軸ももちろん使いやすさがありますが、ご覧ください。これは横物で小さな茶掛けというものです。そうしますとこの下に空間ができます。ここにある現実の心拍の生きる植物としての姿、そこに求めようとする物語があそこにあります。ただその世界は横物の掛け軸ということで区切られています。つまり目の前にある現世の世界、その向こうに人が心の中に感じる月が遠くに浮かぶという世界、横物の掛け軸の使い勝手の良さというのはそこにあります。また大体木の古さと掛け軸の古さ、ちょうど250年300年前ですから、大体木と同じような年数を持っているところも偶然のなせる技の古色感の良さです。右下をご覧ください。和歌山県に産する古谷石という石です。大在石といって見事なチタンの台の大師という数少ない職人が本当に労苦の末に掘り抜いてこのように大在石を仕上げました。憲法鋭い頂を抱くところの真ん中に白い線があります。見方を変えればこの五月も終わり、これから梅雨となる今の季節、
岩清水が流れる渓谷深くを思わせるという感覚もあります。心拍はまさにそのような中に生きているものですから、空に月が静かに上がる、水音が聞こえる深山の奥、そこに必死に生きて緑をたたえる心拍、この三位一体が一つの大きな有限な自然を歌い上げています。自然という世界を客観的に見ながら楽しむ、ある程度完成された席だと思います。使われている卓、私たちの世界で食と呼びますが、香玉という食ですが、大変シンプルでおとなしく、簡単そうに見えて上作となると極めて少ない作品です。シンプルの極みと言われた食ですが、このような食を使うからこそ、この上の心拍の細い中に見える厳しい躍動感が見えます。これが不思議なもので、彫刻で削ったものをそのまま飾ると何ともいやらしいんですね。木村先生がよく言います。私が作った削ったりやったものは50年や100年分の災害をたった一晩で与えているようなものだよ、今。そこから30年50年風雪にさらされると木が自然な姿になるよと、まさにその通りです。木は自分でその自然な風雪の中で得た顔が、その木の表情をきちんと表します。もっと極端に言えば、人間が作りましたといういやらしさ、これが消えかかった時に本当のその木の良さが見えます。それは一瞬です。それを過ぎれば木は少しずつまた荒れて飾りづらくなるんです。人が作り、その人の作ったものを木が嫌い、自分が生きようとした本来の姿へ戻るところが木の本質が光り輝く時ではないでしょうか。そしてまた同じ木を使った次なる世界へご案内します。さて、先ほどの自然界をそのまま写し取った世界から、もう少し心拍というものが持つ精神性の高みへと皆さんをご案内します。すでに盆栽の台、つまり卓を変えさせていただきました。先ほどの香玉卓というおとなしいものから少し強さのある天拝卓という、本来が別の意味で使われたものですが、それをここに今使っていました。約100年前のものですが、正式には下案天拝幕飾り中山入り蹴り足卓と言います。拡張の世界でいうと真行層の中の真、つまり大変位の高いものになります。これに合わせた飾りをご覧いただきます。まずはこの単釉を掛け替えることになります。この時に掛物、これの扱い方をご披露します。100年200年という間、紙や絹で描かれたものが大切に保存されている。取り扱いの方法というのはきちんとしたルールがあります。その形をご存知の上で扱うことが、これからまた50年100年古き良き日本の文化財を守ることにもなります。まずは掛け軸をかけたものがありましたら、正面に入って一度軽くまるで吊り上げるように持ち上げます。下からやると絵がつってしまいます。このようにまるでふわーっと巻き込んで、それで紙が擦れるか擦れないかのところで決して強く巻いてはいけません。で、絵が終わるか、絵が大事なところがないところで添えるように左手で持って掛物を外します。このように外すことで、それで必ず掛け軸を巻く時というのは必ず膝の上に置いて巻き上げてください。
風体と言われるものはきちんと折りたたむようになっています。このように静かに巻いて必ず両岸はそれる。初め慣れないとずれてしまいます。でも手慣れてくると自然になります。風体、これをきちんと折り曲げて、でここで巻き紐というものがありますが、この巻き紐というところにはこのように添え紙を必ず入れてあげることです。この添え紙を入れることで巻き紐のところの部分が擦れて傷まないということになります。この紐の組み方、これはお茶の世界やその組み方がありますが、私は一番単純な方法でご案内します。紐を巻くのではありません。添えるように掛け軸を回して重ならないように巻いていきます。そして最後の部分を軽く下から通してこう留めます。この形でやりますとほどくときにスッとほどけます。もちろん難しい縛り方が美術界でありますが、この一番簡単な方法を身につけるといつも同じことが同じようにやれます。これが掛け物を傷めない方法にもなりますのでご承知ください。収めてある箱は大切に扱いますが、このよく中でぐる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 紙を巻きますが、あまりやりすぎるのもよくありません。風通しというものを考えてそっと置くように収めます。一番肝心なのが切り箱の蓋というのはこう上げたりこう上げると角が割れてしまいます。必ず片方を添えて引くように手元へ持ってきてこう収めてください。上げる時もガサッと上げてやると折れてしまいます。軽く上げて向こうに押し下げてから、これが基本です。これによって箱は傷みません。組紐がついているもの、ついていないものがありますが、ついている場合は帯の裏表を整えて丁寧に縛ってあります。これも難しい折り方ではなく、一番簡単な折り方で結構です。このようにしてしまい込みがなります。さて、そうしましたら次にここにこの食に合わせた同じ心拍を使った拡張美と精神美への世界とさせていただきます。飾る時もまずはこのままの姿で届きます。その時に添え紙を取り、この軸の棒は必ず右でも左でもいいですから避けてください。真ん中ですと見えてしまいます。必ず避けて、長い時は指の間へ挟んで下に下がるとぶつかります。ここから立ち上がり、掛け軸の高さが合っているか合っていないか、まずは一度かけてから見ます。新品のこの表具ですと、この風体がこう折れて立ちます。ある程度直してあげて、それで折れているこの姿、まっすぐ立たないなと思うでしょうけど、そうではありません。武家がしていた紙紐というのは一度糊を張らないと垂れてきます。これはこれの良さとして、きれいに表具したものをかけてくれたんだなというそのすがすがしさがあるから、一概にこれがいけないわけではありません。これは古いものをもう一度表具直しをしたものです。日本の掛物の中でも先ほどは日本画です。こちらはご覧ください。筆で書いた漢字、
書と言われるものですね。しかもこれは禅宗の禅僧が書いた禅語の一つでもあります。禅語というのは本来が臨済宗、曹洞宗、大幕宗、さまざまなものがありますが、生き方や教えを悟るためにいろいろな形で瞑想たちが残した言葉の一部を切り取っています。座してみる雲起きる時と書いてあります。遠くを見ていると雲が山々や自然の中に湧き立つように見える、その瞬間のことを言っています。ごく自然に見てください。まさに心拍が生きる山々、深山渓谷には雲が湧いては下がり消え、そしてまた雨や雲を呼んでまた湧き、それの繰り返しの世界を歌っています。紙の質もよく大きさもよく、バランス的にはこの盆栽にとても似合います。書の使い方で気をつけるのは、墨の強さ、字の強さ、大きさによって盆栽に勝ってしまいます。あくまでも私たちが使う掛け物はその盆栽や水石の飾りを助けるものでなければなりません。どんなに立派な人、どんなに立派な作品でもそれを主体ではないと、私たちにとってはそれは道具であるということをご理解ください。雲の枠中に立つ心拍。さてここに何を置くか。もちろん先ほど使った古谷石の峰々でもいいですが、禅の書を使ったというところで自然ではない自然、そこへ運びたいと思います。白磁観音と言われる、片足を半跏という姿で出した観音の古い陶器の置物です。心拍という生き方をしている自然界に残念ながら草はありません。人もいません。人はいませんが、神仏の化身と言われるほどの心拍でしたら、観音や龍は、想像の世界の文字であります。座してみて雲起きる時、そのそばに生きとし生ける心拍の生きる姿があり、その隣には目に見えぬ神仏の姿もありということを歌い上げる関は心拍ならではの飾りができます。白磁観音という位の高いものを使っていますから、心拍に使っている色も一段格の高い真の位に持っていった。いかがでしょうか。もちろん先ほどの三位一体の自然界をそのまま物語る世界もあれば、このように心拍とは何なのかということを強く浮き立たせるために、飾り方の道具や掛け物を変えてそれを感じさせる席もあります。よくどうしても月が出て松があって草があって基本ではあります。でももう一段深みに、もう一段その樹種が持つ意味、その樹種に求めようとしている盆栽人の心を石柱で表現しようとしたとき、さらに深いものが描き出せる。それこそが日本人が求める幽玄という世界へつながる場合があります。今日は心拍という一番自然の世界の中には存在しないだろうと思われるような姿を持つ盆栽をまずご紹介していただきました。さてこのような飾りの楽しみというのを時々内容を全部変えて、ここから皆さんと毎回ご紹介したいと思います。これで今日の動画は終わります。いかがでしたでしょうか。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。